皆様ご機嫌いかがでしょうか。 KRU クッキングのお時間がやってきました。本日はニンニクの芽入り鶏つくねです。ガツンとニンニクの風味がしてスタミナ満点のつくねになっておりますので、ぜひ試してみてください。本日もグダグダ解説になると思いますが、よろしくお願いいたします。まずはニンニクの芽を小口切りにします。長いものを3本使っています。量にして 30g ぐらい。切ると結構ニンニクの香りがしてきます。長ネギを1/2みじん切りにします。玉ねぎは目にしみること多くあると思うんですけど、長ネギも目にしみるんですかね。私は一回もしみたことがありません。おろし生姜小さじ1。チューブの生姜でも大丈夫です。鶏ひき肉 300g ボウルに入れます。切ったニンニクの芽、長ネギ、生姜を入れます。料理酒小さじ1。卵1個入れます。塩小さじ1/2。胡椒少々。味が濃いのが好きな方は塩コショウをもっと多く入れても大丈夫です。片栗粉大さじ3入れます。そして混ぜます。粘り気が出るまでひたすら混ぜてください。続いてはソースの調味料です。醤油大さじ3、みりん大さじ3、料理酒大さじ1、砂糖小さじ1。一緒にして混ぜておいてください。この動画は察していただけると嬉しいです。良い動画が撮影できなかったので、若かりし頃のゆうちゃんのスライドショーをご覧ください。今ではこんなに立派になりました。フライパンに多めの油を敷いてください。混ぜたつくねの種を丸めて焼きます。焼き目がついたらひっくり返してください。そして両面焼き目がついたら蓋をして5分ほど蒸し焼きにします。蒸し焼きにしたら先ほど合わせておいたソースの調味料を入れてとろみがつくまで両面絡ませてください。お皿に盛り付けます。ニンニク大好きなので料理によく使うんですけど、食べた後の匂いが気になりますよね。次の日予定が何もない日はこうやってガツンとニンニクが入った料理をよく食べちゃいます。だって美味しいんだもの。つくねには黄身が欠かせないですよね。絡ませて食べたら一層美味しくなります。それでは失礼します。
良いお食事を。